はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃしまです。いつも動画ご視聴いただきありがとうございます。毎年6月の第3日曜日は父の日です。母の日も父の日も感謝の気持ちを伝える日。両親への感謝の気持ちは同じはずなのに、つい父の日は忘れて何もしなかったなんてこともありませんか？今回、ホルモン島田では新たにこちらのカタログギフトを作りました。以前からホルモン島田の俺のシリーズをギフトとして利用してくれる方が多くいらっしゃいました。そんな方々からの声を参考にして、今回こちらの俺の思考島田のカタログギフトを作りました。いつも頑張ってくれているお父さんに日頃の感謝の気持ちを添えて喜んでもらえたら嬉しいです。お中元、お歳暮、ちょっとしたお祝いやお返しなんかにも使えますので、ぜひご利用ください。詳細は概要欄に貼ってある Amazon 商品ページをご覧ください。それでは本編どうぞ。はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。皆さん、いきなりステーキってご存知ですか？結構知っている人も多そうですね。今日は前から気になっていたいきなりステーキに行ってみます。それでは早速行ってみましょう。今日はいきなりステーキというステーキ屋さんに来ています。何かとニュースとかで名前を聞くこともあって、ずっと前から気になってはいたんですけど、実は一度も来たことがなかったんですよね。タイミングが合わず、行こうと思っていて、行けてなかったんです。以前通販でのお取り寄せは動画にしたことがあるので、いきなりステーキの商品は食べたことがあります。ということで、今日は久しぶりにいぶし銀銀丸と二人でいきなりステーキにやってきました。いきなりステーキとは、株式会社ペッパーフードサービスが運営するステーキチェーンです。ペッパーフードサービスは他に炭焼きステーキクイなどの飲食店を運営しています。現在の株式会社ホットパレットのペッパーランチももともとはペッパーフードサービスが運営をしていました。ペッパーランチ、いきなりステーキは共に創業者の一ノ瀬邦夫氏がスタートした飲食チェーンです。1970年、キッチンクイという洋食店を開業し、1979年、屋号をステーキクニへと変更します。その後、1994年、低価格ステーキハウスペッパーランチの展開をスタートさせます。2013年、立ち食い形式の低価格ステーキハウスのいきなりステーキをスタートさせます。いきなりステーキの看板メニューは、過去にペッパーランチで販売をしていた 300g のステーキにライスがついて1000円という破格の安さが売りだったワイルドステーキにヒントを得て作られました。いきなりステーキでは食べた肉の量によってマイレージが貯まる肉マイレージや、お客さんの希望の大きさで目の前で肉をカットするオーダーカットのパフォーマンスなど、様々な他店との差別化があり、瞬く間に店舗数は増え、2013年に創業し、2019年には最大で493店舗まで店舗を増やしました。この短期間で493店舗の出店はすごすぎます。破竹の勢いとはまさにこのことですね。店内はレンガ調の壁でアメリカのちょっとレトロなカントリー風な雰囲気があります。立ち食いではなく、基本的には椅子の席が用意されています。テーブル席のほか、カウンター形式の席が多く設置されているので、一人での来店もしやすいですね。それでは早速注文していきましょう。今回はせっかくなので、オーダーカットでリブロースを 300g にしましょう。あと、スープライスセット、生ビールももらいましょう。いぶし銀銀丸は D ランチのワイルドハンバーグ 150g をオーダーです。まずはビールが到着しました。お先にビールで乾杯です。いただきます。ビールを流し込むことで、これから肉を食べるテンションになってきますね。オーダーカットは準備ができたら呼ばれる仕組みです。呼ばれたので、オーダーカットのコーナーに行き、再度肉の種類、量、焼き加減を確認して席に戻ります。300g をオーダーして、だいたい 300g くらいに合わせてカットをしてくれます。今回は 332g です。撮影時のリブロースの単価が 1g11 円だったので 3652 円です。ネットで昔の値段を見ると 1g5 円とかの単価だった時もあるので、値段自体は倍以上に上がっていますね。これに関してはここ数年での牛肉価格の高騰もあるので、どうしても単価が上がってしまうのは仕方ないのかもしれません。席に戻って肉が焼けるのを待ちます。スープセットのビーフスープは成形肉のような塊のお肉が入っています。創業者の方の YouTube チャンネルでは、ここにおろしニンニクとタバスコを入れてアレンジして飲んでいました。自由に使える調味料が豊富なのは、好みに合わせて味を変えられるのでいいですよね。特に肉をたくさん食べる場合は、味変用の調味料があると飽きずに最後まで食べることができます。ついにお肉の到着です。ステーキソースがポットに入っているのは斬新ですね。確かに温度も保たれて大量に入れることもできて、理にかなっているのかもしれません。熱々の鉄板にタレをかけて準備は整いました。店内の BGM をかき消すこの鉄板サウンドがステーキの醍醐味ですよね。
鉄板の上のオーディエンスも気分は最高潮です。お肉もギコギコしなくていいくらいに柔らかいです。今回はレアで焼き上げてもらいました。ジューシーで、このステーキソースとの相性もいいですね。醤油ベースのソースでご飯が欲しくなります。適度な脂身もあり、赤身とバランスよく食べられます。脂が苦手な人はヒレを食べてもいいですね。ホルモン島田では今までに40件以上の飲食店のレビュー動画を出しています。コメントでも、あの店は美味しくない、この店はまずいとか、動画を出すたびに色々な意見があり、コメントを見ていても皆さんの価値観とか見る目線が面白いなといつも感じてます。YouTube をやって美味しいって表現するのってすごく難しいと実感しました。なので自分はなるべく美味しいだけで終わる言い方はしたくないなといつも頭を悩ませます。このお肉単体の味で言えば美味しいと自分は感じます。ただこの値段を考慮すると、もしかして他のランチメニューとかの方がコスパが良くて美味しいのではないかとも思ってしまいます。今ここまでグラム単価が高くなってくると、オーダーカットの本来の魅力が薄れている気がします。昔の単価の5円とかなら、この大きさで1660円は安い、しかも美味しいと喜んだはずです。この今の11円という単価で3652円と考えると、もっと安く美味しいメニューがあるかもしれないと正直感じます。メニューを見渡してももっと割安なメニューが多くあります。でもいきなりステーキが破竹の勢いで出店して、メディアなどでもオーダーカットが取り上げられて、なんとなくいきなりステーキのイメージはオーダーカットだと思ってる人も多い気がします。そんな人が今いきなりステーキに来たら、値段とのギャップに素直に美味しさを感じられないかもしれません。ならランチメニューや他のメニューの方が魅力的ですね。今のこの単価であればオーダーカットはそこまでおすすめはしません。パフォーマンスとして見て面白いので、一回試してみるとかはいいかもしれません。もし今後も肉の仕入れが上がると、グラム単価を上げないといけません。グラム単価を安くするために肉質を落とすと、これもまた満足度が下がってしまう可能性もあります。値段の付け方やお店の仕組みって難しいですね。もともと成り立っていたものが時代とともに変化しなければならないですね。今のいきなりステーキがあるのも、間違いなくスタート段階でのコスパや他のお店との差別化ができていて、多くのお客様に受け入れられた結果だと思います。自分も開店当初にお店に行っていたら、また感じ方は違ったかもしれません。いろいろ調味料を試しましたが、意外とマスタードの酸味がお肉とタレと相性いいです。追加で赤ワインもいっちゃいます。リブロースステーキに赤ワインを昼間から合わせるなんてリッチな気分でこの上ない幸せです。時代は変われど、美味しいお肉を食べて幸せな気分になることはいつの時代も変わらないですね。あっという間にお肉も完食です。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。いきなりステーキいかがでしたか？飲食店の歴史とかを調べると、なんだか愛着が湧いてきますね。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。